皆様こんにちは。ドクター BMH こと西田渉です。今回は BMH シリーズの第8回ということで、今日は2022年最後の日、12月31日ですけれども、久しぶりに時間がゆっくり取ることができたので、今日は3話収録したいと思います。今日のテーマはこちら。はい。ラズベリーパイ EEP-ROM アップデートということで、このラズベリーパイの本体の中には EEP-ROM という部品がありまして、この ROM ですね。Read Only Memory というものですけれども、この ROM の中にブートプログラムというものが記録されています。普段はこのブートプログラムを使って、問題なくラズベリーパイは起動するんですが、もし万が一この EEP-ROM のブートプログラムに問題が生じると、なんとこのラズベリーパイが起動しなくなってしまうんです。で、そうなった時に困るので、緊急時の対策として、まず最初にラズベリーパイの EEP-ROM のアップデート方法について今回はご紹介したいと思います。で、このブートシーケンス、ラズベリーパイは起動するときにどういう手順を踏むのか、簡単に3つのステップがあります。最初、まずパワーオン。パワーオンですよね。パワーオン。以前を示しましたが、このラズベリーパイボタンとこの F10 を同時に押すと起動するんでしたよね。はい。次、電気が通じる。次、先ほどお話した EEP-ROM 内のブートローダーが起動します。EEP-ROM に、Read Only Memory に記録されたブートローダーが、まず最初に起動します。一番最初のプログラムですね。一番最初のプログラム。次に、この EEP-ROM のブートローダーが、ファイルシステム上に記録された Linux カーネルを起動します。Linux カーネル。カーネルですね。皆さんも聞かれたことがあるかと思いますが、Linux カーネルは、このブートローダーが起動します。そしてこの Linux カーネルはファイルシステム、具体的にはマイクロ SD カード。普通はマイクロ SD カード。そして USB ハードディスク。もしくはネットワーク。いずれにしろこのファイルシステムに記録された Linux カーネルを起動して、皆さんが普通にご覧になるデスクトップ画面が表示されるということになる。パワーオン。ブートローダー、そして Linux カーネル。ですから、このブートローダーがもしも障害されると、Linux カーネルが起動することはなくなってしまうということがお分かりいただけるかと思います。で、もう一回繰り返しますが、もしもこの EEP-ROM のブートローダーに問題が生じると、ラズベリーパイは起動できなくなってしまうんです。困っちゃうということになってしまうんですね。だから緊急事態のための回避方法を今日はお伝えしていきます。一番最初に。とっても大事なことなので。ですからこの EEP-ROM のアップデート方法をお教えします。イマージェンシーのためにね。はい。で、このブートローダーを書き込むためには2つのカードライターソフトウェアがあります。一つは有名な PyImager。ラズベリーパイ財団が公式に公開している PyImager と呼ばれるライター。そしてもう一つ私が今回 BMH がお勧めしたのはバレーナエッチャー。バレーナっていうのはイタリア語でクジラっていう意味ですね。クジラ。バレーナエッチャー。で、この二つが大きく違うのはファイルのダウンロード方法にあります。PyImager というのは自動でいろんなものをクリックするだけで目的とするファイルをダウンロードして、それを SD カードに焼き付けてくれます。オートマティックなんですね。全自動でやってくれます。しかし、バレーナエッチャーの場合は、このファイルはマニュアルでダウンロードしなければいけません。ここが、めんどくさいと思われるかもしれませんけれども、しかし、応用性が効くのはこのバレーナエッチャーの方なので、こちらを私はお勧めしますけれども、一応二つの方法で、この EEP-ROM をアップデートする方法をご紹介しましょう。まず PyImager ですね。ラズベリーパイ財団が公式に公開している PyImager をダウンロードしましょう。これビデオで持ってきました。はい。raspberrypi.com/software から、アクセスすると、その下の方に PyImager という、項目がありますので、ここに MacOS、Windows、Ubuntu、この3種類があるので、どれでもご自分の環境に合わせたものをダウンロードしてくださいね。はい。
続いてこの Pi イメージを使って実際に EEPROM をアップデートしてみましょう。はい。これですけれども、この Raspberry Pi、これは MacOS 版ですけれども、まずオペレーティングシステムを選択します。で普通はこのトップに32ビット Raspberry Pi OS が出るんですが、これは使わずに下側の方にある MISC Utility Images ということで、ここにブートローダーという字が今出ましたよね。このブートローダーを選択します。ブートローダー、クリックすると、3つのブートローダーが出てきます。SD カード、マイクロ SD カード、USB、そしてネットワーク。私たちはマイクロ SD カードを使うので、普通はこの一番上の SD カードブートを選択します。次、ストーリージ。メディアを選択しましょう。マイクロ SD カードを接続されているマイクロ SD カードを選択。そして最後にライト。Yes! そうすると書き込みが始まります。マイクロ SD カードに先ほど選択した SD カードのブートローダーが今書いてるよ、書き込んでるよということでライティングですね。次はベリファイング。検証します。内容がちゃんと合ってるか。で、ファイナライジング。これで完了。もう外してもよろしいです。マイクロ SD カードを外して、これでカードが完成します。これがオフィシャルな Pi イメージャーを使った場合です。先ほどお話ししたように、オートマティックでブートローダーのイメージを Pi イメージャーはネットワークからダウンロードして、そしてそれを書くということですね。この作業では見えなかったですけれども、実は Pi イメージャーはこの作業の裏側で、ブートローダーのイメージファイルをダウンロードしてるんです。ダウンロードしながらこう書いてるということになります。ここが、この Pi イメージャーだとオートマチックで見えないので、裏側で何が起きてるのかがちょっとわからないというところが私は難点かなと思います。ということで、今回、BMH がお勧めするのはバレーナエッチャーでございます。マニュアルでファイルをダウンロードする。そのためにこのバレーナエッチャーをまずダウンロードしましょう。こちらは、バレーナホームページですけれども、balena.io/etcher。で、こちらからイメージファイルを、このバレーナエッチャーをダウンロードすることができます。MacOS 版なので、普通オートマティックに MacOS が選択されてますが、この下の方に、いろいろな種類のバレーナエッチャーが用意されています。Windows 版、MacOS 版、Linux 版、それぞれ皆様が使われているバレーナエッチャー、環境に応じたバレーナエッチャーをダウンロードしてください。次。ここが大事です。EEPROM のイメージファイルをマニュアルでダウンロードしましょう。手作業で。Pi イメージャーがオートマチックでやってくれていることをちゃんと理解して自分たちでマニュアル操作でダウンロードする。ここが私は大切だと思います。作業の一つ一つに理解していくことですね。はい。GitHub にあるので、このアドレス、後で、紹介ページがありますので、そちらの URL を参考にしてくださいね。で、この GitHub 上の Pi イメージには3つ、先ほどのネットワーク、SD、USB。で、今回は SD カードの最後の -SDZIP ですね。ネットワーク版、ネットワーク .zip、SD.zip、USB.zip、マイクロ SD カード用のファイルはこちらの最後が -sd.zip。このファイルがマイクロ SD カード用のイメージファイルになります。これをクリックしてダウンロードしてください。そしたらこのダウンロードしたファイルを使ってバレーナエッチャーでマイクロ SD カードにブートプログラムを書き込んでみましょう。はい。先ほどダウンロードしたファイルがこちらに ZIP を回答すると .img ファイルが展開されます。200バイト少々のファイルですけれども、このファイルを確認した上でバレーナエッチャーを起動します。で、バレーナエッチャーを起動すると、Flash from File という一番上の段を選びます。Flash from File。そして、先ほどダウンロードしたZIP ファイルではなくて展開された .img ファイルですね。.img ファイルを選択する。そして、ストーリージ。メディアを選択します。書き込むマイクロ SD カードを選択しましょう。はい、セレクト。そして、最後は、フラッシュボタンを押すと、フラッシングが始まります。はい。
左上にイメージファイルのファイル名が書かれてますね。270メガバイト。で、今、フラッシング書いてますよということですね。フラッシングしてるんですね。バリデーティング、検証しています。はい。ファイナライジング終わって、完了。これでマイクロカードを外せば、出来上がりっていうことになります。2種類の書き方、マイクロ SD カードの準備の仕方、どちらでも同じ内容が出来上がります。はい。それでは、その前に、オールドタイプのブートスクリーンをご紹介しましょう。今現在、ラズベリーパイのブートローダーっていうのは新しくグラフィック画面になってますけれども、古いタイプのブートスクリーンが、未だにまだ残っているラズベリーパイも出回っていると思いますので、古いタイプのブルートスクリーンをちょっとご紹介しましょう。で、ブートスクリーン。普通はラズベリーパイが自動的に立ち上がってよく見る画面がグラフィック画面、ウィンドウが出るんですけれども、そうではなくて、ブートスクリーンっていう最も基本的な最初に立ち上がるブートローダーの画面を確認するためには、SD カードを外した状態、without the SD カードということで、SD カードを外した状態で電源をオンにすると、このブートスクリーンを確認することができます。やってみましょう。はい。こんな感じになりますね。はい。ここに、バージョン番号と、そして日付が出てますけれども、これが旧来のテキスト画面のブートスクリーンになります。ラズベリーパイのアイコンの横に、ラズベリーパイ400、4GB。そして、ブートローダー。これが2021年4月29日版のブートローダーということで、こういう、ちょっと暗号めいた文章が出てきますけれども、これが従来のちょっと古いタイプのブートスクリーンになります。それでは、ラズベリーパイ400、400の EEPROM をアップデートしてみましょう。簡単です。はい。まず、このラズベリーパイに先ほど書き込んだパイイメージ、もしくはバレーナエッチャーで書き込んだ SD カードをここにインサートして、そして電源をオンするとどうなるかという画面を、で、ここの左側の LED インジケーターに注目です。右下にここをビデオで撮りました。このインジケーターと、こちらは画面を記録したビデオを用意しましたので、ちょっとご覧くださいね。はい、電源オン。2、3、チカ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 パワー LED がチカ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 ってやってるんで、8秒過ぎたところで、グリーンになりました。グリーン画面が成功すると、画面全体が緑になります。そして、ここのパワー LED がチッカン、チッカン、チッカンとゆっくり点滅するようになります。電源を入れた直後はチカ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 って激しく点滅してますけれども、このアップデートに成功すると画面が緑になると同時に、この LED がゆっくりチッカン、チッカン点滅したら、OK ということで、もうこれだけでございます。簡単でしょう。もう小学生でもできます。でもこれ知っとくと知っとかないでは、もし何か問題が起きた時に対応できなくなってしまうので、とても大事な緊急時のイマージャンシーのね、対策になるので覚えておきましょう。それでは新しいタイプのブートスクリーンを書き換わったブートローダーで確認してみましょう。こうなります。こうなりますね。このグラフィック画面で赤くなる。今何をやったかというとエスケープをしました。ほっとくとずっと綺麗な画面の赤白の画面のままなんですが、エスケープを押すと旧来のテキストベースの画面に変わります。先ほどは2021年でしたが、今回は2022年4月26日に変わっていることがわかるかと思います。はい。エスケープを押すと、こういう旧来の旧式の画面に変わるというのも覚えておいてくださいね。はい。で、今日ご紹介した大事な URL、パイイメージャーのダウンロード、バレーナエッチャーのダウンロードアドレス、そして、ブートプログラム、ブートローダーのイメージを Git の収められている GitHub のアドレス。そういうものをすべてこのラズベリーパイ EEROM アップデートに、用意してますので、この QR コードもしくはこのアドレスからアクセスしていただいたら大事なアドレスは全部チェックすることができるので、参考にしてみてくださいね。はい。ということで、See you in the next video。次のビデオでお会いしましょう。第9回ね。